チェンバーボーン。アップデート7。貯水湖が枯渇して危機を感じ新たな貯水湖を建設した我らがビーバー。いろいろ節水を始めてみたものの効果は感じられずご覧のありさま。さあ今回も頑張って節水して湖に水を取り戻すぞー。新しい貯水湖はほぼ完成してる感じかな？まあ完成したとてメインの貯水湖すら満水にならなそう。水道橋の常時稼働を止めたから、いくらか貯水量は増えたと思うんだけどね。その代償で下の植林地がカッサカサになっちまったけどな。このまま放置はみすぼらしいので整えよっと。防水フロアで消す小細工入りまーす。意外と範囲が広い。失った緑は多かった。こんな感じになりそうろー。自称効率の良い植林場がこじんまりした。今後生産縮小による丸太の高騰が予想されるわ。私の丸太の蔵を拡張して集めるのよ。今のご時世価格高騰ネタは怒られるぞ。ごめんちゃい。節水で水の循環止めたしもうポンプはいらないか。干ばつ中も流れる水はロマンがあるが節水とは相性悪いぜ。ついでに飢饉の時に始めた家庭菜園も撤去。うちのレイムさんは家庭菜園を放置して雑草畑にするタイプ。ひゃっはー、すべてを土に返せー。丸太倉庫建設のビーバーも相まって現場が偉いことになった。頑張れー。丸太は持ったかー。ものすごい勢いで丸太が搬入されております。画面がカクつくこの物量。現在500ビーバーです。植林場に直通の管路と道も整備。丸太備蓄の体制が改善された。干ばつ明け翌日、水道橋の水が流れ貯水湖に注水開始。一滴も外に捨ててないのになかなか貯水が増えん。さらなる節水を目指し実験場で緑地範囲の確認実験を開始。蒸発に強い3マス幅の緑地範囲を確認します。お得意の長さ5の突出部で測量。結果 1×1 で4マス、3×3 で中心から16マス緑地化を確認。実験場は 5×5 だったが 3×3 にしても緑地化の範囲ほぼ変化なしだった。てなわけで放水場の池は 3×3 がベストと断定。不要な部分を埋めて節水した。でもこの状況を打開できるかは微妙。所詮はちょっと埋めただけ。食品工場前も蒸発の原因になって無駄なので埋めるぞー。食品工場前は農場あるから枯れちまうかも。そろそろ農業も一旦見直しの手こ入れした方がいいかもしれないね。そして干ばつ明け5日目に悪死を警告。最短の3日でなかったことに安堵しながらも、貯水の少なさに不安を覚える。貯水段々システムもまだ貯水されてねえ。新しい貯水庫作った意味やっぱなかったじゃねえか。糸かなし。松ヤニの生産が遅いぞ。ベリーを刈り取って追加で松を植えるのだ。相変わらず加工板の生産が遅れております。節水さっさと節水、はっぱー。自称かっこいい水門も3マス幅に調整し、蒸発との戦いが続いた。この奥も葉っぱで突き飛ばして、効率の良い立体農園を作るぞー。3D 地形の知見も深まったから前よりも良いものが作れるはずだ。まあ現在の立体農園の一番上の池を3マスにする程度の節水にしかならない予定。おい。今回は見た目にこだわらずとにかくたくさん生産できるの設計思想で建てるよ。さあ池はが精鋭たちよ。この丘を吹き飛ばすのだー。今回はトンネルで崩落させんのな。こっちの方が慣れてるから楽。ズボラ。そんなこんなしてたら悪死を20日が襲来。貯水の少ない今は20日でも辛いぜ。ただいまの貯水はご覧の通り。結局メインの貯水湖すら満水になってねえ。新貯水湖やっぱ役立たずだったな。畜生。やるせない気持ちを白霊氏は爆破で吹き飛ばすのであった。加工板不足で鉱山も止まってるし、ほんとこの役立たずがー。そのプロジェクトを推し進めたのはあなたです。舌打ちすな。シェー。レイムは失意のうちに爆破ジャンキーと闇落ちした。くらえ、スターマインハッパー。誰に食らわせてるのかは知らんが、いい感じに爆破作業は進んでる模様。土砂が余ってきたので、緑地範囲が見にくかった実験場の周辺を埋め立てだがこの割とどうでもいい工事のせいで後で土砂不足になる。そうなの？働けー、もっと働けー。働くことこそがアイアンティースのモットーだ。ファイナルアトミックデリシャスデンジャラスクラッシュすごいボンバー。確かにすごい、ラグがすごい。開発版で FPS 低下とかのパフォーマンス解消版とかあるみたいだしそっちに乗り換えも考えようかな。さて立体農園建設前に緑地範囲の最終チェック。中心を外した4分の1で 10×10 の範囲が緑地化される模様。なので簡単に立体化するなら、この金属製の足場 5×5 を並べれば綺麗に緑地化できるはず。中心は土砂でできてるのでここを水が伝いすべてのフロアが緑地化する。
金属足場との間の一マスは突出部で塞ごっと。綺麗に足場が埋まった。でその上を土砂で埋め。あとはこれを繰り返して立体化するだけだな。ああ、土砂と土砂の間なら空中に設置できるから、金属製足場の間の突出部いらんかった。細かいコストダウン。っていうかコストダウン狙うなら、突出部に土持って3マス飛び出すように盛る方がお得。じゃあなんでそれにしないんだ？設計めんどいじゃん。おい。これなら突出部3つだけで横21マスがカバー可能。だが土砂の盛る矢印の方向をミスると、いつまでも建設されない問題もある。それがめんどい。しかしこれでふと思う、この設計した建造物本当に建設できるのかと。ワンフロア金属製足場が16で1回除いて7フロア、足場1つで金属90個 ×112 で金属1万80なあり。現在在庫815。ダメだこりゃ。せっかく設計したのに。作れなくもないが時間がかかるので、泣きながら設計を白紙に戻した。壁くっついてるところが一気に壊せん。お前の判断ミスだ。地道に取り消し作業せい。土砂の方向はこれでいいんかな？くるみサイズのビーバー脳をフル稼働させ、わからないなりに設計を進める白麗氏。真ん中が埋め終わったら左右を埋めればいいのかな？ギリ先端の中央だけ飛び出して土砂が漏れなかったので、ここには管路を通すことにしましょ。シンデレラフィット。やばい？矢印でゲシュタルト崩壊寸前。ガンガやっと設計完成だー。1階2階は高さが2あり、背の高い作物が植えられるのが匠のこだわり。お待たせビーバー、さあ建設に取り掛かるのだー。なお、設計時間はリアルで1時間半でした。さすがに疲れた。おっと労働者不足になってる、一部施設を停止しましょ。数合わせの運搬拠点が閉鎖。ビーバー建設株式会社も希望縮小。繁殖ポットを止めた効果がやっと出てきた。我ながら何がどうなってるのかさっぱりわからん。一応ビーバーたちが作業してるから、何かしら工事は進んでる感じかな？そういえばかっこいい水門邪魔だったから撤去しました。所詮奴はただの飾りよ。翌日、あれ？作業してるビーバーの数がなんか減ってないか？こら建設現場に向かわんか現場が複雑すぎて同時に作業できねえんだよ。よろしい、ならばこの足場を建設せー。今更設計変更もしたくない白麗氏の脳筋足場ゴリ押し戦法が発動した。農家の皆さんさあせーん。農地を我が物顔で踏み荒らす建設ビーバー。これだけ足場があれば何かしら作業できるであろう。上から資材を投げ込んで建設するビーバーの職人技。しかし残念土砂の在庫がもうないぞ。なんてこった。お前、ひっまそうやなまあ土砂ねえからな。しゃあない土砂採掘機追加しましょ。農場を少し削りボット工場横に1機追加された。さあ我が精鋭たちよ、効率の良い農場を作るためだ。ビーバーの繁栄を目指しキリキリ働けー。こりゃかなりの工期がかかりそうだ。おっと建設半ばだというのに、もう20日の悪潮が終わったか。建設開始から15日、進捗は半分ってところかな？いのー、ちの水。遠くに見える異様な足場が立体農園の建設現場。悪潮終了後スムーズに注水が始まらないけん。微妙。覚えてたら後で直そう。立体農園の進捗状況はこんな感じ。掘った土砂を逐次投入しているが生産が追いつかず、作業がなかなか進んでいない模様。お前、ひっまそうやなこりゃ土砂使う以外の作業をやらせた方が良さそうだ。よしならばここにトンネルを掘りまくって、崩落させて平らにするぞー。などとトンネル掘りを始めたら最短の3日で悪潮警告が。もうやめて、ビーバーたちの貯水湖は干上がる寸前よ。今更慌ててもどうにもならないので、せっせと崩落させるための爆薬設置。これだけ掘るなら暇ビーバーも減りそうだな。そして悪潮21日が襲来。貯水が半分くらいしかできとらん。そういえば水源からの水が止まると、水路ではこんな感じで水が残ります。高低差がない長い水路は少し水残って、蒸発して無駄に消えるんだよな。これももったいないから改修工事しましょ。足場を置いて場所をマーク。段差をつけるために一マス堤防で埋めるぞー。土砂は立体農場に優先で回してるので、こちらの工事は丸太を使う堤防を使うこととなった。さあ暇ビーバーたちよ、地下を掘る楽しい作業の時間だよー。たくさんのビーバーが地下に吸い込まれた。暇を持て余したビーバーたちの力であっという間に掘削されております。せっせと穴を掘るビーバー。地下世界だろうとお構いなし、いつものシュールな顔で我先にと爆薬を運ぶ。
労働者が減ってきたので過剰生産になってる、板と歯車の工場を一部停止。一時は600ビーバー近かったが、現在は400ビーバー程度まで数が減った。お前ら、忙しそうやなぁ。本社ビル上の水道橋の段差修繕工事で、脱出しております。はっぱー。手前の部分に溝を掘り、崩落の準備が完了。それでは大崩落、開始。あら崩れん、どっかミスったな。左端が少し繋がったままだったか、まあ構わんこのまま壊すぞー。真ん中部分に穴開いてるし、ちょっと追加工事すれば全部崩せそうだな。瓦礫の山。ちょいミスったが仕上げに爆破工事をするぞー。はっぱー。壁と繋がってる部分を爆破し、見事な大崩落。これは気持ちいい。爆破作業も終わったし、そろそろ立体農園に注力してもらいましょ。とはいえ相変わらずの土砂不足。そして崩落後の瓦礫の様子を見ててふと気づく。松葉が採されとるやないかーい。数サイクルに及ぶ松ヤニ不足の原因が判明した。畜生。八つ当たりの爆破で現立体農場の裏が更地に変貌したのであった。まさかあんなボンミスとは。節水のための段差工事、気づかぬうちにほぼ終わっておりました。資材さえあればあっという間に作業をこなす優秀なビーバー。なんか追加で工事をさせようとして思い出す、悪地を終了後にスムーズに注水できなかった件。水源横を掘ってここに清水弁を、設置できない？先っちょがマップ外なのでダメです。ぐぬぬ。てなわけでさらに横を掘ってこんな感じに設置しました。汚水濃度が 5% 以上で開いてそのままマップ外に排水されるシステム。こんな感じになりそうろー。清水弁を2個上に積んだり、無駄に堤防も重ねているが深い意味はない。なんか寂しかったから足した。おい。悪潮まだ9日もあるのに、バンジーしたケツに刺さる棒の水位が残り 1.1 しかないや。水流系に意味深な名前をつけるな。てっへ。カッサカサやで。節水のため悪潮前にこっそり放水を止めたので、他の植林場も全部カッサカサ。スクラップも鉄も倉庫がいっぱいで生産が止まってるのが気になって、資材置き場を大幅拡張。アイアンティースはほんと資材置き場が弱いぜ。立体農園の進捗状況はこんな感じ。時間はかかったがなんとか完成できそうだ。立体農園、ほぼほぼ完成したどー。あとは足場の撤去と細かい修正だ。あいよ。建設の時に使った管路も撤去っと。お疲れ様でした。悪潮残り5日、バンジー下の刺さる棒の水位が 2.6。こりゃ悪潮終わる前に干上がるぜ。それでも気にせず注水テストを。じわじわ広がる緑地、下のフロアも無事水が染み込んだぜ。わずか3マス幅の池で大規模農地をゲットだー。私としたことが何たる失態、ちょこっと緑になってない。別に野菜植えれるから問題ねえよ。確認したら埋め忘れ発見。ボンミス。こんな感じで全ての食材を作付けだー。だが農家がまだなので植えられません。ボンミスしたところが埋め終わったので菜種を設定。菜種はいろいろ使うので2フロア。さて悪潮明けまであと5日あるし、無限動力の拡張でもしましょ。アプデで動力の接続部に色がつくようになり、シャフトの接続ミスもこれで一目瞭然だぜ。こんな感じになりそうろー。倉庫がいっぱいで瓦礫が片付けできてない。ここで使って一気に倉庫の在庫処分だ。管路がめっちゃ光っております。中で詰まらないようにすれ違う際は譲り合いを心がけましょう。うじゃうじゃビーバー。運搬員の協力もあってあっという間に作業が進むぜ。やべビーバーの作業に見入ってたら貯水湖干からびてた。なんてこった。ここの水があるなら中央はまだ無事か。って注水の自動化ミスっとるやないかーい。そういやそこ工事途中で忘れてたな。夜中にこっそり流してごまかした。おい。いのー、ちの水。清水弁の改修工事は無事成功、スムーズな注水が開始された。では悪潮も終わったし今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。節水を心がけるも一向にたまらぬ貯水、続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。